どうもってなんです。ただいま。皆様大変長らくお待たせしました。X の方では少しご報告しておりましたが、私事ながらちょっと肝臓を壊しまして、少しの間休養をさせていただいておりました。で、かれこれ1年以上もう席は外しておりましたので、多くの方からはね、もう忘れられてしまったかなとも思うんですけど、もし叶うことならね、まだ YouTube での活動もしたいなと思いますので、もしまだ皆さんからのね、応援を賜れるのであれば、もうちょっとまだ頑張りたいと思う所存でございます。何卒よろしくお願いいたします。で、具体的な体調の話に関しましては結構生々しくなっちゃうので、結構ね割愛させてもらえればと思うんですけど、一応一度経験した身からすると、特にアルコール好きの皆さん、健康診断等で脂肪肝とかってね一度診断されたことがあるような方、その方向けにお話ししますと、もし、ウーロン茶色ないしマデラワインのような色、そういった色の尿が出ましたら、すぐに肝臓内科もしくは消化器内科、そちらを受診しましょう。で、本日なんですけども、復帰一発目ということで、とりあえずまずは英気を養いたいということで、よいしょ、はい、というわけで早速本日も作っていきましょう。じゃあでは作っていきましょうか。では改めまして、本日のメイン食材、はい、赤エイ。ちょっと私事ながら最近釣りにハマっておりまして、でこの間釣れてくれた子がこの赤エイちゃんですね。で、僕は結構ぶっ込み釣りが好きで、冬場だったらアナゴなんかを狙ってぶっ込みするし、夏の時期だったらねこういったエイを狙って僕ぶっ込み釣りをするんですけど、夏のこの暑い時期ってエイのメスたちがよく子供を海に浅瀬に上がってくるので、よくエイが釣れるんですよね。だから例えばウェーディングっていう加工とかで長い長ズボンというか長いカッパというか、そういったものを履いてザバ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 っとこう水の中に入っていきながらシーバスなんかを釣られる方なんかは、この時期赤エイがものすごく怖いと思うんですけど、なんせ赤エイはね有名な話ですけど毒針を持ってますからね。でも僕みたいにエイが釣りたい人間からしたら、この時期はすごくいい時期ですね。この子は第1頭目で釣れてくれました。で、釣れた時に測ったんですけど、横幅が78センチ、縦は何センチだろう。いや、この子尻尾切られてなくてよかった。全長が134センチで、重さが頑張って測ったけど全部は持ち上がらなくて、計測上は 20.1kg。 でも僕にもっと筋肉があって全部上げられたら多分 25kg ぐらいあったんじゃないかな。これまで僕が釣ってきた赤エイの中でも一番のビッグワン。いや、やっぱ赤エイは可愛いね。で、もう釣り場の方で、内臓は抜いて、でこういった感じでもう持って帰ってきておりますので、早速扱いやすいサイズ感にまずカットしていきましょうと言いつつ、ちょっとこの赤エイのこと僕調べてたんですけど、これからちょっと脳書きが始まりますね。早く作業が見たい方は下の分数までスキップをお願いします。まずこの赤エイなんですけど、世界的にはなんだっけ、レッドスティンガーだっけ。この子は一応準絶滅危惧種に入ってるっぽいです。俗に言う NT ってやつですね。でも日本では全く入ってないです。国際自然保護連合、通称 IUCN、 そこと日本の環境省って完全にこうリンクしてはないので、日本は日本の独自のやつ。環境省発表の海洋生物レッドリストだっけ、そこを読んでみたんですけど、絶滅、野生絶滅、絶滅危惧 1A、1B、2A、2B、ここまでで確かエイの仲間はいなかったと思います。で、その下の準絶滅危惧、ここに入ってくるエイの仲間がちょっと羅列になっちゃいますけど、ウチワザメ、コモンサカタザメ、ドブカスベ、メガネカスベ、ガンギエイ、メダマカスベ、イサゴガンギエイ、模様カスベ、ヤジリエイ、ナルトビエイらしい。この辺が準絶滅危惧だから、一応赤エイは入ってないんですけど、北海道でよくガンギ漁として取られてるガンギエイとかメガネカスベとか、それこそドブカスベとか、こういったものも準絶滅危惧なんだなーってちょっとびっくりしました。で、エイではないんですけど、これはサメの仲間になるんですけど、カスザメっていうサメと、あとホシザメ、ここも準絶滅危惧みたい。カスザメとか前に一度鮮魚店で見たことあるのでちょっとびっくりで、実はここの準絶滅危惧にタケノコメバルが入っててびっくりした。で、この準絶滅危惧の1個下に情報不足っていうところがあって、俗に DD って言われるんですけど、この DD の中でのエイの仲間がツノノメサカタザメ、トンガリサカタザメ、コモンカスベ、ツマリカスベ、イバラエイ、マダラエイ、ヒョウモンオトメエイ、有明赤エイ、ツバクロエイ、ウシバナトビエイ、トビエイ、マダラトビエイ、イトマキエイ、台湾イトマキエイ、ヒメイトマキエイ、オニイトマキエイ、南洋マンタ、意外といるんですね。
言うても情報不足の部分ですけど。でこのマダラエイって八丈島で有名なでっかい100キロを超えるエイですけど、このマダラエイ情報不足に入ってるんですね。なんか漁師さんとかもその辺にうじゃうじゃいるってよくおっしゃってますけどね。で福岡でもよく釣れるツバクロエイ、なんかもうほんとステルス戦闘機みたいな形をしたかっこいいエイがいるんですけど、尻尾がめっちゃ短いの。ここがまた可愛い。ツバクロエイもこの情報不足らしいです。でこの情報不足の中で有明赤エイっていう名前が出てきたんですけど、これ僕も初めて知ったんですけど、最近発見された新種みたいで、北は長崎とか佐賀、もうそれこそ有明海、そこから下は鹿児島ぐらいまで、この九州でしかまだ目撃例がなかったのかな。だいたいこの辺に生息している、見た目は赤エイそっくりで、なんかねこの尻尾のこの細くなってる先端部分で、この横じゃなくて上と下、普通の赤エイは黒ですけど、ここがちょっと白く縁取られてるんですって。もう本当に微妙な感じでしたけど。で今背中を向けてるので見えないですけど、なんかお腹側にちっちゃなくぼみがあるらしいです。それは有明赤エイが釣れた時に。でおそらくこの世界的にこの赤エイが準絶滅危惧に入ってるのって、多分赤エイを食用として重宝してるからでしょうね。赤エイって見ての通りもうこんなでかい図体になるし、毒針も持ってるし、ほとんど天敵がいないので、結構海の中で悠々自適に泳いでいるし、そんなに警戒心ないんですよね。なぜ釣り人のシーバサングラーさんが踏みつけちゃうぐらいだからね。だからそんな赤エイだから、僕みたいに釣ろうと思えばすぐ釣れちゃう。だから食用目的でガンガン取っちゃうといなくなっちゃうよっていう、そういう意味なのかなってちょっと思ったりしてます。日本ではね赤エイそんなに食べないですけど、でも赤エイうまいですからね。僕はいつも釣って食べる。よし、では早速さばいていきましょう。でさばくにあたって、普段であればこのエイの持っている立派なぬめり、これを全部お酢できれいに流してからさばくんですけど、ご覧の通り完全にシンクに入らないので、今回は作業しやすいサイズ感にしてから洗います。エイって軟骨魚類なのでそんなに頭硬くないんですけど、あと骨とかも硬くないんですけど、それでも骨を結構ガスッといくので、比較的刃が厚い包丁がいいと思います。これは鶏なんかをさばくさばきっていう包丁ですけどね、骨付き包丁。よし、ではまずはちょっと作業しやすいように尻尾から。で忘れてた、この赤エイ釣り場なんかでこう作業する際に、ここが長い毒針があったとこなんですけど、横幅40センチくらいのそんなに大きくない赤エイであればもうこれ1本取ればいいんですけど、ポキッとね。でも魚体が大きくなれば大きくなるほど、この胴体側、こういった感じでちっちゃなトゲが無数にあったりするんですよね。でこれがここにもあるし、ここにもあるし、ここにもあるし、ここにもあるしっていう感じで、結構ちっちゃなトゲがあるので、手に刺さないようにくれぐれもご注意を。ここにも毒があるのかな、ちょっとわからないですけど、これに刺さると多分何かしらのばい菌が入って可能するとは思う。そしてはまずこちら一度裏向けて、せーの。ちなみにオスとメスの見分け方なんですけど、この子はメスで、オスの場合クラスパーって言われる2本の突起がこの辺からニョキッと出てるので、多分すぐ分かると思います。ちなみに苦手な方もいらっしゃると思いますけど、エイの内臓の構造って苦手な方は本当にごめんなさい。まず釣れた時に多分別と思うんですけど、この卵というか赤ちゃんが出てくる穴と、あと肛門があるのでつながってんのかな。とりあえずこの辺に穴があるので、そこからガスッとでスーッと切り開いていくと、ここに1本硬い骨が入ってるので、この骨までガスッと割ってもらったら、でこの辺に硬い骨があるので、骨に沿わせてくるりんと、もうずっと骨に沿わせるだけで、もうこういった左右のお腹の皮、これ取れると思います。ここも普通に美味しいので捨てないように。でそうすると一番上にこういう風な形で大きい肝があると思うので、この肝のこの胴体側につながってる筋、ここをスパッと切ると取れます。で肝の中に続いてこういった胃袋が喉元からこう続いてて、この先にこんな形のひだひだになっている大腸があると思います。でこれがお尻につながってるみたいな。でここは美味しくないので僕は廃棄します。その代わりこの根元側にあるこの胃袋、ここはもつとして美味しいので僕は持って帰ります。で胃袋のちょっとこっち側らへんかな、この辺くらいにこの赤い臓器があるんですけど、これなんでしょうね。これ脾臓かなんかなのかな。ちょっと食べてみよう。
でここからが興味深いんですけど、エイってとある1個の臓器だけ体というか骨とくっついてるんですよ。それが女性で言ったら子宮、胎盤になるのかな。それがくっついてるんですけど、体に。この子はもうある程度子供も大きくなってて、だいたいこのくらいの大きさの真っ白い玉がここにペタッとくっついてるんですよ。この真ん中の背骨とピタッとくっつくようにして、で取り出す時はこの骨、こことくっついてる膜をピリ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 っとナイフでこう削いでいきながらこう引き剥がすような感じでやっとビリビリっと取れるんですけど、そんな真っ白い臓器の中にちっちゃな赤ちゃんのエイがいっぱい入ってます。だいたい10匹から20匹くらい。まだ産卵期でなければ開くと中から赤いちっちゃなつぶつぶみたいなものがブワッと出てきます。多分集合体恐怖症の方は見れないと思う。でその中になんかね、ウニみたいな、なんか黄色いなんか美味しそうなほんとウニみたいなやつが入ってるんですけど、あれはよく分かりません。でだんだんとこう産卵期というか子供を身ごもる時期になってくると、この中にだんだんちっちゃなエイが中に生まれてきて、でエイは卵ではなく赤ちゃんとしてある程度大きくなったエイを野に放つので、ここの体とくっついている子宮というか胎盤というか、ここがめちゃくちゃ大きくなります。もうこの子はね、その胎盤はもう廃棄しましたけど、でその子宮とくっつくようにして、なんかほんとね、あん肝みたいなクリーム色の脂肪の塊なのかよくわからない、でも筋はいっぱい入ってるみたいな、筋というか血管、それでなんか謎の臓器がこの子宮にペタッとくっついてるんですよね。あれは本当に何かわからない。今回の動画ではちょっと解剖チックになっちゃうので、その映像はねお見せしませんけど、もしエイをさばく時のご参考までに。じゃあちょっとボード系ばっかりになっちゃいましたけども、まずはここのヒレ、よく触るとこの辺に硬い骨がコリッ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 とすると思うんです。ここら辺、ここのとこら辺で刃を入れると、あ、ここ骨の継ぎ目だなっていうところが出てきます。ここ骨です。この骨に沿わせて、でこっち側もこの骨に合わせて、よし、これでさばきやすくなりました。でエイは普通の一般的な魚と違って骨に身がつかないようにとかって選んでも、最悪ぶつ切りにして煮込んじゃえばどこも食べれるので、ほとんど僕はあまり気にしません。じゃあヒレが取れたら今度は逆、せーの。そしたら続いてこのヒレを取っていくわけですけど、この尻尾の中骨に沿わせて、もう普通の一般的な大名おろしの要領で、この中心の硬い骨に包丁をグッと当てる力が7、上下にスコ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 っと動かす力を3くらいの心持ちで、今入れたところから包丁に当てつつ、はい、スーで、この辺くらいまでいくと包丁がガッと当たると思います。骨にこの硬い頭蓋骨まで当たったら、次はこっち側にくるっと、ここも骨を感じながら、それ大体この辺くらいで、この真下に人間で言ったらあばら骨みたいな硬い骨がこういう向きにズンと走ってるので、これを一発包丁でせーの、これで切れます。エイは軟骨魚類なので。そしたらまた切り進んでいって、骨を感じながらで、最後頭の部分、こう取る方もいらっしゃるんですけど、正直頭のこの辺って赤エイってこの背中の真ん中のラインに硬い皮なのかな、石のように硬いブツブツができてるんですよね。それがこの辺りからわっと広がるので、この辺すごくザラザラしてて、でこの中身があるというよりか、なんかゼリーみたいな、なんかムニュムニュしたものがこの中に詰まってる感じなので、僕はあまり美味しいと感じなかった。なので僕はいつもこの目の下ぐらいまで来たら、この角度で、はい、せーの。残りの反対側、こちらも同じように中骨の横から包丁を入れて、この硬い頭まで来たら骨を避けてここまで切り進める。あとはここの硬い骨を、はい、せーの。あとは切れた骨から頭の骨に合わせて、ここまで開いたら、あとは、はい、切り分けてあげるだけで、このオタマジャクシのように可愛くなった頭部分、ここはエイって意外といい出汁出るので、で
でなおかつこの辺結構お肉も残ってるので、ここはお鍋の具材にしてもらったり、ただここの背中のこの硬いカリカリがあるので、ここも取った方が食べやすそうやな。はい、ここお鍋の具材で、残りの部分、正直ここら辺に関してはお肉があればそぎ取ってみたいな、ほとんどもうお肉はないんですけども、こういう感じでもうすぐエラが出てきちゃうので、もし身がちょこっと残っていたらっていう感じかな。ここら辺はお煮付けとか天ぷらとか何でもで、この中これスパッと割ると分かるんですけど、中ほんとほぼ全部エラなので食べるとかはもうほぼないです。ですので僕はもうここは廃棄します。一応エラもなんかカリッカリに揚げれば食べられるって聞いたんですけど、今日十二分に身があるので、それはいつかまたのご機会に。エイはね、有名な話、尿素を体にいっぱい含んでるので、その尿素が時間が経って鮮度が落ちてくるとアンモニアに変わるので、エイを捨てるときはこういう風にゴミ袋ぴっちりがおすすめです。ここまでくればもうこちらのものですね。あとはこの表面についているこういったぬめりだったりとか、そういったもののお掃除です。掃除の仕方いろいろとあるんですけど、僕はお酢、これを全体にバーッとぶっかけて、でニュル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 っと洗って、そうするとはい、こんな感じでちょっと白っぽくなります、表面が。あとはこれを包丁でこそってあげれば、無事ぬめりは取れるんですけど、とはいえやっぱこれ包丁が結構傷むので、包丁をあんまり傷めたくない方はこういったナイフとかフォーク、こういったものでこすってもらっても取れますので、この時僕たわしはおすすめしません。っていうのもたわしの細かい毛の間全部にぬめりがビチッと詰まっちゃって、ただのぬめりの塊みたいになっちゃうんですよね。でそれがなかなか落ちない。だからそれだったらこういったスプーンとかフォークを使ってもらった方が楽だと思います、ね、こんな感じでしっかり取れるので。そしたらもちろん裏面も、同様にゴシゴシ。あとはこれをさっと水洗いすればよし、これで表面トゥルットゥルになりました。で普段であればもうこのまんま冷蔵庫に入れたりとかするんですけど、ちょっとあまりにもでかすぎるので、ここからもう半分ぐらいにちょっと細かくしていきます。で分け方は、ここが内臓があった部分で、ここが頭があった部分なんですけど、このお腹側と頭側のちょうど真ん中のここをよーく見てもらうと、こういった感じの骨が入ってます。これがこっちにも入ってるし、こっちにも入ってるんですけど、ここをちょっと揺らすとグラッと結構ガバガバなのが分かると思います。ですのでここに一発切り込みを入れてあげると簡単に切れます。なのであとはこの切り口を目安にして、今ガイガリ言っているのはこの真ん中に走ってる骨がこちら側までずーっとこの真ん中を走っているので、その骨が切れてるだけです。硬い骨は何も切ってません。もう簡単にスパッといけると思います。じゃあこちら側もちょっと扱いやすく、形よくこの辺くらいでこうやって切り分けちゃおうかな。こちら側も同じく関節で切り分けて、よいしょ。じゃあ最後は尻尾、一応お酢洗いまで終わらしてあります。でも全部ぶつ切りでお鍋だと思ったんですけど、この表面の小さなトゲだったり、このブツブツのこの硬いところ、ここは外したいので、ちょっと中骨に食い込ませるような心持ちで進めて、こうやって外しちゃえばあとは全部可食部で、今日は作らないですけど、こちらは普通のお鍋に。これご近所さんいるかな、ちょっと後で聞いてみよう。ではここまで来ましたら、今回全然血抜きをできてないので、ちょっとあまりにも重たすぎてですので、加熱して使うようちょっと血抜きをしたいということで、こちらに海水と同じぐらいの塩分濃度のお水を用意しました。ここに一番最初に除いたお尻のヒレのところ、ここ結構血が噛みやすいんでね。ほんでお腹側のところ、よいしょ、よし、この辺を加えて、この子は冷蔵庫んで、頭側、今回こちらはお刺身用で食べようと思ってるので、なのでちょっと身の薄いこの辺ぐらいから
こういう風にカットして、ここはお刺身用で、こっちはエイヒレ用にしようかな。これにてエイの下処理終了。こちらがお刺身用の頭側の部分で、さっきのエイヒレ部分だったりとかお腹側とか全部こっち側で血抜き中です。んでこちらがさっきちらっと登場しましたけど、胃袋だったりとか多分脾臓だったりとか、あとこちらがさっき登場してなかった肝ですね。さすがにこれ全部食べると僕体ぶっ壊しますので、ちょこっとだけもらおうかな。エイの肝結構重たいですからね、いっぱいは食べれない。でこちらも、海水と同じ塩分濃度ぐらいの、塩水で血抜きをしてます。では一旦こちらを冷蔵庫にバック。もっしゅ、あれから一晩明けまして、早速エイの本調理と参ります。で一晩経って加熱用にちょっと血抜きをしていた部分、あちら結構真っ赤っかになってるんですけど、こっちのお刺身用もちょっと赤いですね。一晩空けてこっちも血抜きしておけばよかったなとちょっと後悔しておりますが、早速お刺身用に引いていきましょう。で今回はお刺身やお刺身でもこの夏場の暑い時期にさらっといただける洗いですね。やっぱりエイといえば洗いでは早速皮を引いていきたいんですけども、皮の引き方いくつかありまして、昨日の段階でこうスパーッと引いた端っこの部分、ここ端っこを切ったらあとは結構手でビリビリっといけるんですけど、そっちでもいいですし、よりミスがないようにこう柵に取ってから、あとは普通のお魚の皮引きと同じ要領でもいいですし、どれでもいいかなと思うんですけど、せっかくなら気持ちがいい方でいきたいので、今回はビリビリっといきたいということで、ちょっと昨日取り忘れたこの端っこの部分、ここがあるとね剥けないので、じゃあまずはお腹の白い方の皮から。普通のお魚の皮引きと同じ要領で、まずは皮1枚、ある程度決まったら裏返して、あとはこの皮を持って滑らないようにキッチンペーパーでせーの、はいペロンと。ちょっとここ失敗しましたけど、続いて背中の面、こちらもまずは皮1枚、したらひっくり返してペーパーでしっかりと掴んで、結構強めの力でめくればうまくいかんということで、おとなしくお刺身用の柵に一度、柵取りしてからのおとなしく皮引き、せーの、じゃああとはここからこちらの背中の身、お腹の身の真ん中に入ってるこの横にダダダダダーと入っているこの軟骨、ここを剥がす作業ですね。もう特に何も考えず軟骨の上に一発入れて、あとは身を持ち上げながらただこれだけ、すごく簡単でとても気持ちがいいです。ではこの段階で身が分厚い背中の方で身の薄いお腹の方、ここら辺ちょっと分けまして、お腹の方でもねある程度身が厚ければ全然いいんですけど、本当に身が薄いなっていうところはちょっと天ぷら用に回そうと思います。理由としてはご覧の通りエイって結構繊維が強くて、この繊維を残すように分厚く切っちゃうと最後口の中でまるでスニーカーの紐を噛んでるかのような繊維が残るんですよね。なので薄くそぎ切りにしたいんですけど、こんだけ薄いとそぎ切りがなかなか難しくて、ちょっと身の厚いとこだけをピックアップしていきます。でここの中骨たちはまた後ほどの楽しみで、ちょっと作ってみたい料理があるんです。ではお刺身用に引いていきましょう。一応今回洗いと、あともう一個ちょっと考えているので、ちょっと切り方変えます。まず普通の洗い用、こちらは薄く削いで、できるだけ薄く。
で、あともう一方が湯吹きとか湯引きって言われたりするお刺身に引いたものを一度熱湯にさっと通したものですね。でこっちは先ほどよりもちょっと分厚めに気持ちだいたいこのくらいで。じゃあまず洗いから。たっぷりの氷水にジャポンでよーっと洗って、では身がうっすらと白っぽくなってきたところでざるにあげて、余分な水分も拭えばはい、洗い完成。ダメだ、全然綺麗に盛り付けられんかった。まあなんとか後で修正します。じゃあ続いてが、はい、湯吹きで、僕ずっとこれ湯引きだと思ってたんですけど、この間おいしんぼの公式 YouTube チャンネルの確かね79話か80話か81話ぐらい、そこでサメとエイだったかなっていうのが流れてて、そこで湯吹きという名前で出てました。だから、これ湯吹きって言うんだと思って、当然のことながらね、地方名はいっぱいあると思いますけど、今日は湯吹きでいきます。そしたら沸騰したお湯をご用意いただいて、多分お塩とか昆布とか多分何もいらないと思うんですけど、一応臭み抜きのつもりで一応お酒、当然鮮度がいいので全然臭くないんですけど、そしたらあんまりバッカバカ沸かしてもしゃあないと思うので、90度ぐらいのお湯にはいいってらっしゃい。一度にガバッと入れず、イライラーとさせて、はい、ものの10秒とかですぐさま氷水へドボン。これものの5秒とかでいいな。まだ半生ぐらいで。ではこちらも水分をしっかりと拭き取って、はい、もう何も考えずそのまんまドン。あとは今日ちょっとあしらいが少ないので大葉とでヘベス。でお皿周りが寂しい時は、はい、菊の花に頼りましょう。でそれでも物寂しい時は、はい、これで洗いと湯引き完成。では残りの献立としましては、鬼つけと天ぷらで、こちらはすぐに終わりますので、そこに入る前にちょっと細々としたものを作らせてください。具体的にはこのヒレを使ったエイヒレだったりとか、あとは先ほど外したこの軟骨だったりとか、あと内臓各種だったりとか、できるだけパパッと終わらせますので、もうしばらくお付き合いください。ではまず先ほどと同様に、まずはこの端っこ、ちょっと皮引きにくいので端っこはちょっと外して、で多分こっちは手でいけるんじゃないかな。いや包丁でいけそうやな。よし OK。 ではあとはこちらを今回はなんとなく3分の1ぐらいにカットして、今回のこちらのエイたちをつけていく漬け地の材料たちが、はいせーの、こちらからお水、薄口醤油、みりん、お塩、鷹の爪で、今回の分量がこちらから2対1対2対適量です。辛いのがお好きな方はもっともっと入れてください。今回のは結構ピリ辛になると思います。で今回の分量だったらお塩2つまみぐらいかな多分。そしたら何もかんもぶち込んで、あとはこちらを火にかけまして、ひと煮立ちしたら粗熱を取りの。
味見をしつつお好みでお塩、十分に冷めたらエイを浸して、シンデレラフィット。あとは冷蔵庫で一晩で、一晩浸した後、干し網ネットなんかを使って天日干しっていうのもありだと思うんですけど、僕は国内有数の虫嫌いなのでベランダが開けられないということで、僕はいつも干物を作る際はバットにこういった網を引いてもらって、でこの上に並べて冷蔵庫の一番上の段にガスッと入れます。冷蔵庫って結構ね、湿気を取る力が強いので、冷蔵庫の力を使って僕は乾燥させます。たまに浴室乾燥も使いますけど。でこちらがよく製品としていただくエイヒレ、硬さぐらいにしっかりと干上がって、でもって身に透明感が出てきたような感じ、そのくらいになるまでだいたい1週間から10日ぐらいかかると思います。結構時間かかりますので、ゆっくりゆっくりと根気強く乾かしてください。乾いたら食べやすいサイズ感にハサミでカットしてもらって、でちょっとオーブントースターで炙ってもらって、あとは一味マヨネーズ。今回は時間がないので省略します。では続きまして軟骨、こちらを使って今回作っていきたいものは、よく居酒屋さんでスピードメニューとして梅水晶ってあると思うんですよ。梅水晶、サメの軟骨を使った梅干しの和え物なんですけど、エイも同じ軟骨魚類なので、いやできるでしょっていうことでちょっと作ってみたい。で残念ながらいろんな梅水晶のメーカーさんのホームページとか見てみたんですけど、この軟骨をどのくらい湯がいているのかっていうのがよく分かりませんでした。ネットで調べても野源軟骨を使った梅水晶しか出てこなかったので、なのでいろいろと試行錯誤してみます。でまず臭み抜きのお酒、そしたらまずは1分経ったら氷水、硬い。次2分。速報です。ヒレの軟骨1分から10分ほどまでいろいろとやってみたんですけど、美味しくない。食感がパリパリとかポリポリではなくて、なんか食感がチャリチャリしてるんですよね。ちょっと美味しくないかな。でそれで1個もう一つ目星をつけている軟骨がありますので、そちらでちょっとやってみます。でその軟骨というのがここの部分ですね。さっきお刺身用に引いたのが頭側のヒレだったんですけど、こちら側がお腹側のヒレで、このお腹側のヒレにこういうでかい軟骨があるので、これならワンチャンいけるんじゃないかなということで、ちょっとね順番があっちゃこっちゃいってちょっと申し訳ないんですけど、ちょっとこっち側の処理、つまり煮物と天ぷらの処理から始めます。ではまずお腹側の方も、こっちちょっとヒレの末端の部分、ここのところはさっきと同じようにエイヒレかなんかに回してもらったらと思うので、こう触るとツルツルしているところとザラザラしたところがあるので、このザラザラしているところらへん、この辺ぐらいから、はい、ヒレを外してもらって、こちらから骨を外していくわけですけども、でかい軟骨、それから間に入っているこの軟骨、ここを見極めてもらって、軟骨の上にスーッ、この間の軟骨のところ中心のでかい骨、この関係のうちここがもりっと盛り上がってるので、イメージ的にはこういうイメージで今一生懸命やっております。当然特に煮物に関してはこの骨付きでやってもらっても全然いいと思うんですけど、やっぱね骨なしの方がエイは食べやすいかなと思うので、基本的にね煮魚は骨付きの方が美味しいんですけど、今回は食べやすさ重視で反対側、こちらも同じ。でこれが先ほどお話ししていた軟骨、いやこれいけると思うんだけどな。さっきのこのチャリチャリするこっちの骨を外して、これで綺麗な軟骨部分のみになりました。じゃああとは皮面にお湯、すぐさま氷水で冷やして、ではちょっとイレギュラーがありましたけども無事骨ゲット。
もうここまで来れば煮付けと天ぷらもすぐですので、もうしばらくしたらちょこちょこっと出てくると思います。多分いけると思います。で、沸騰した先ほどのお湯に加えて、とりあえず一旦10分。はい、10分経過。まだまだカッチカチなので、もう5分追加。はい、15分経過。まだまだですね。ということで25分経過。ハサミが入る。多分もういい感じやと思います。ということで、氷水にとって、で、なんとなく見栄え的にちょっと取り残した身とか、あと膜とか、そういったものちょっと手でこすってきれいにして、で、これをどうやって細かくしていくかなんですけど、もうだいぶグッと押すと平べったくなってくれるのでいけるかも。あとはこれをひたすら千切り。今ちょっと試食して分かったことがあるんですけど、骨の外側のこれが硬い。今中はすごく美味しいんですけど、外側がどうしても硬い。で、外側をなんとかこうそげないかなと思ったんですけど、さすがにこの薄さでそぐと僕の指がそげるので、ちょっとサメの軟骨みたいなこういった短冊ではなくて、ちょっと細かくみじん切りにするような感じで今回いこうと思います。の方が多分食べやすいと思う。なので、てかこの向きにめっちゃよく切れる。もうこれでいいのでは。そしたらあとはここに梅干し、でお好みで昆布茶。今日はちょっと気分的に少しお醤油、これらを合わせて、それでは本日の煮魚汁に使う材料たちをせーの。こちらからお水、お酒、濃口醤油、みりん、お砂糖、生姜で、今回の分量がこちらから 200cc、200cc、50cc、50cc、50g 適量で、ちょっと数が多くなりますけど、一応お水とお酒、ここを1個のものとして考えてもらえれば、上が8に対して1対1対1です。で、今回のこの割合は、白身魚、例えばカレイだったりカワハギだったりメバルだったりカサゴだったり金目鯛だったり、こういった白身魚をだいたい10分から15分くらい煮るっていう想定で合わせてます。これがブリとかそういった青魚系だったら、おそらく15分も煮ると身がカチコチになっちゃうと思うので、もっともっと水分の量を減らしてもらって、もうそれこそ煮る時間2分とか3分とか、そんな感じで短時間で仕上げてもらったらいいのかなと思います。あくまでこちらは白身魚用です。ではこちらをお鍋に加えて、で煮込む部位はちょっと色合いよく、こちらのお腹側が1枚と、あと背中側を1枚、あとここお腹のところですね。最初に内臓を取るときにこうえぐった場所です。今回こちらのは3部位で、特に必要はないんですけど、一応気持ち的におしゃれに飾り包丁して冷たい状態からいってらっしゃい。あとは気分的に、叩きごぼうなんぞ、黒っぽいアクだけ取って、で落とし蓋して、あとはコトコト10分から15分。
ということで10分経ちましたので、火を止めて仕上げに生姜の絞り汁割とたっぷり加えるのが僕は好き。あとはお皿に盛り付けて、あとは針生姜を飾れば、はい、A の盛り付け完成。ではレッツラストスパート。はい、というわけで、はい、これでエイ三昧の出来上がりです。では実食へゴー。というわけで無事に完成しました。ということで無事完成しましたね。いや、時間かかった。で、大変僭越ながら本日は帽子着用で行かせていただきます。もうご覧の通り髪の毛伸びすぎ不潔症候群なもので、よし、ならばいただきます。うまい。いつもはですね、僕はずっとね、札幌産のビールを飲んでたんですけどね、ちょっとアルコールが飲めなくなりましたので、浮気っていうわけでもないんですけど、最近はこちらの朝日さんにハマっております。とはいえ、まだ仮染めのなんですけどね、飲み物に関しては今後変わる可能性は大いにありということで、でも朝日さんいいっすよね。ノンアルコールが本当に美味しい。特にこのゼロの R は本当に最近のお気に入り。では、初手安定の乾燥防止ラップからの冷蔵庫へダッシュ。よくエイとかサメとかこういった軟骨魚類、この辺りがアンモニア臭いと言われるゆえんなんですけど、有名な話ですけど、普通のブリとかアジとかタイとかこういったね、普通のお魚は体の中に浮き袋を持っていて、それで浮力を調節するんですけど、エイとかサメとかこういった軟骨魚類の仲間は体に尿素をいっぱい持っていて、この尿素を使って浮力を調節するから、鮮度が下がってくると尿素がアンモニアに変わっていって刺激臭がするっていう、こういったメカニズムなんですけど、僕これまで何匹もエイを食べてきましたけど、基本的に冷蔵庫に入れておけばアンモニア臭はしないかなって思ってます。ちゃんと釣れたら内臓を出して、ちゃんときれいにぬめりを取って冷蔵庫にボンと入れておけばね。ただこれが常温に置いておいたりとか、こうぬるくなってくるとどんどんこうアンモニア臭くなってくるんですよね。なので今速攻で冷蔵庫に直してきました。全然臭くない。純粋なエイの香りがする。で、ちなみに今回のこちらのお刺身は、こちらのからし酢味噌と塩ごま油、こちらの2つのお味で。じゃあまず湯吹きではなくて普通のお刺身の方のヒレの先端側、ここじゃあからし酢味噌をべちょっとつけて、もう全然臭くない。もうほんと跳ね返す弾力のお上品なお刺身。なんでエイ自体がそんなにお味がないので、ほんと食感を楽しむような感じ。ちょっと骨のかけらが。で、続いてが頭に近い方。見た目こんな感じ。こちらもビシャッとつけて、やっぱこっちの方が美味しい。やっぱどうしても繊維感が目立ちますよね。先端側はね。加熱すると本当にふわふわになるんですけどね。生で食べるなら頭に近い方の身が分厚いところの方が僕は好き。で、特に今めちゃくちゃ暑い時期なので、この洗いっていうのがまたね、さっぱりしていいですよね。じゃあ続きまして、塩とごま油。これはこれで
でも個人的にはからし酢味噌の方が好き。いや、うまいね。なんか体感温度3度ぐらい下がった気がする。じゃあ続きまして、こっちの湯吹きかな。でこちらがまずちょっとレアな方。あー、うまい。やっぱエイは加熱した方が美味しいですね。ほんとふわっふわになるんですよね。これが好きで、やっぱ個人的にはこっちのちょっと半生というか、ほんと5秒間ぐらいさっと湯がいた方が僕は好き。ちょっとしっかりめに湯がいちゃった方はからし酢味噌というよりポン酢をつけたくなる。感覚的にはエイのしゃぶしゃぶ、からし酢味噌でも十分美味しいんですけどね。じゃあここいらで、なんだかんだ今回一番時間がかかったであろう梅酢以上、大丈夫かな、噛み切れるかな。味付けは美味しい。でもなんか食感が違うんだよな。なんて言うんだろう、粉っぽい、なんかちょっとこう砂利を噛んでるような。もうちょっと湯がいたらいいのかな。結論3点。そんならばちょっとこちらと1対1になりたいので、はい、食没。というところで残りもわずかですね。で、一度お刺身関係はこちらに取り分けて、でこちらのシークリスタルもいただこうと思ったんですけど、エイから水分がだいぶ出ちゃってビシャビシャーなんですよね。なので今回は申し訳ないですけど、こちらはないないで。ただその代わり、はい、ほかほかご飯に明太子、はい、至福の明太子ご飯。もう DNA に刻まれた味、うまい。はい、お刺身完食。ではここからが加熱組ですね。じゃあまずお煮付けからセットでイグニッション。じゃあその間にこちらの内臓のポン酢で、結局なんか紫色っぽいようなお豆みたいなやつ、なんか秘蔵っぽいようなやつ、あそこ湯がいてみたんですけど、湯がいても湯がいてもずっとなんかもうムニムニしてて、一体これは何ぞと思って一回半分に割ってみたんですよ。したらですね、中がものすごいぐじゅぐじゅで薄皮エクレアみたいになってて、もう正直どこの部位なのかもよく分からなかったので、今回ちょっと廃棄しました。で、今この中に残っているのは僕の大好きな胃袋と、であとはレバーですね。さすがにレバーあれ全部食べると僕も体またぶち壊しますんで、ちょこっとだけ切り取ってます。で、そちらの肝に関しては、エイの肝って湯がいても固まらないので、むしろ湯がくと溶けてくるというか、ドロドロになるので、優しい火入れをして、なんとかこう形をね、保つように優しく湯がいて、で、この上にドスンと乗っかっている状態です。で、とてもじゃないですけど、固形ではないので、このきゅうりなんかに乗せつつっていう感じで考えてます。じゃあまず安定の胃袋。ここは外さんよね。やっぱ安定してうまい。もう言うなれば豚のガッツみたいなもんですよね。俗に言う酢もつって感じで、エイはやっぱ胃袋が分厚いけん美味しいですね。食感がはっきりとしてて。続いて肝、オンザキュウリスタイルでうまい。でも後味にアンモニアがきた。
実際ちょっと釣り上げてからね、この調理の撮影でちょっと時間経っちゃったので、それでアンモニア来たかな。でも胃袋は全然大丈夫。ビール不可避。まあビールじゃないんですけど、でだんだんとぬくもってきましたので、まずは一番美味しいところ、内臓を抱えていたお腹の薄いところ、ここが一番美味しい。これ伝わります？このプルプル感。もうほぼコラーゲンの塊みたいな感じですもんね、ここ。でも煮汁にビシャビシャにつけて、でちょっと針生姜を飾って、これは間違いなく本日の MVP ですね。まあ、やっぱこのプルプル感がいいですよね、エイはね。でもって今回の煮汁、この濃さもバッチシでしたね。やっぱりこの比率はあれですね、外さんですね。ちょっと甘めの味付けで、お酒というよりもご飯がこうバカバカ進むような、そういった味付けです。で、煮魚の隠れた楽しみ、一緒に付け合わせのお野菜、特にごぼう。もうこれだけでいいなって思えるぐらい美味しい。では一応こちらももうぬくもりましたので、ちょっと一度こちらに出して、早速天ぷらの準備と参りましょう。今日の天ぷらの揚げ油が太白ごま油の無焙煎タイプ、こちらが3に対して焙煎タイプが1、こちらのブレンド。せーの。では早速こちらもぬくめをきましょう。その間にお煮付けを楽しんで、それと今回の中骨というか軟骨、あれをしっかりと除いたことのいいことは、これだけのでっかい塊の煮魚をかぶりつける。これだったらお子さんだって骨がね、喉に刺さってもうお魚嫌いってならんと思う。ほんと唐揚げみたいにね、頬張れるからね。はい、お煮付け完食。めちゃくちゃ美味しかった。正直僕個人的にはエイの好きな調理法のナンバーワンが同率でお煮付けと天ぷらなんですよ。でその次に唐揚げが来るんですけど、正直生で食べるお刺身よりもこっちの方が美味しい。これを白身魚で比べると、もちろん魚一匹一匹のポテンシャルにもよりますけど、平均してね、個人的にはマダイ以上カワハギ未満ぐらいのポジション。何より可食部が大きいし食べ応えがありますよね。でお次が天ぷらですね。はい、いってらっしゃい。でちなみに僕が唐揚げではなくて天ぷらの方が好きな理由は、天ぷらって結構衣がカリッとなるまでが早いじゃないですか。つまりエイへの加熱が必要最小限っていうところなんですよね。エイって揚げすぎたりとか加熱しすぎると身が水分抜けてパサパサになっちゃうんですけど、短い火入れをしてあげるともう身がふわふわなんですよ。それが好きで、だから僕は天ぷらの方が好きです。じゃあ最初はあんまりいじくらず、ちょっと衣が固まってきてからちょっと引き剥がしてあげて、で気泡も小さくなってきて表面がカリッとしてくればはい完成。で本来だったらね、食材全部に打ち粉した方がいいんですけど、ちょっと状況が状況なのではしょっちゃいました。はい完成。じゃあまず天つゆで、めちゃくちゃうまい。ちょっと食べかけで申し訳ないんですけど、この内側からじゅわっと光るこの水分見えますかね。よく鶏肉と魚の中間みたいな、そうやって表現されることありますけど、僕個人的には鶏肉感は全然なくて、ちょっと繊維が強くなったタラみたいな感じ、すごくふわふわなんですよね。というかトロトロ、とにかく美味しい。
身はふわふわ、皮プルプル。これはうまいわ。やっぱエイっていいね。じゃあお塩とヘベス。超さっぱり。夏の猛暑も吹っ飛びますな。じゃあじゃんじゃか揚げていきましょう。はい、第2陣完成と言いつつ、特にお話しすることもないんですけど、うまい。はい、現場からは以上です。結構お腹いっぱいになってきた。ならば、こっからはもうほぼデザートですね。と言いますのも、今の分で、エイは終わりまして、あとはお茄子だったり、ごぼうだったり、こういったお野菜関係ですね。で、最後の最後に残しておりましたのが、お腹のところですね。お腹の内臓を支えているところ。ここが一番美味しいエイは。はい、こちらもデザート。はい、これで天ぷら完売。はい、というわけで本日の締め、天ぷら御膳でございます。で、こちらは、梅水晶ではなく、もう簡単なことしかしなかったので、もう撮影は省いちゃったんですけど、はい、エイのお味噌汁ですね。こちら、エイのおのみが入ってます。はい、というわけで、まずナス。優勝。やっぱナスなんだよな。一番好きな天ぷらの具。で、エイのお腹の膜というか、お腹の内臓のところ。やっぱここが一番美味しい。めちゃくちゃジューシー。そしてめちゃくちゃプルプル。ご飯が進む。で、今回のごぼうは北九州市民の方大歓喜の助さんうどんスタイルですね。地元民トーク満載でお送りしております。結局こういうのが一番いい。ごちそうさまでした。いやー、うまかったね。もう何からお話しすればって感じですけど、とにかく日本に生まれてよかったって思いますね。もうこんなに美味しい食材が、もう大体日本全国、どこでも釣れるし、ですごく釣りやすいし。ただ赤エイはね、どうしても毒針なんかもありますし、なおかつ赤エイを陸に上げて、で、持って帰るってなったらなかなかの装備が必要なので、もし、エイをね、釣られる方がもしいらっしゃいましたらお気をつけください。で、今回のお料理に関しましては、今回見栄え的お刺身をね、結構多めに作ったんですけど、今思えば、煮付けと天ぷらの量をもう少し増やせばよかったなと思っております。でもとても美味しゅうございました。で、あとはね、冷蔵庫の中に、今回半分も多分全部使い切ってないんじゃないかな。多分残り10キロ以上は残ってると思う。で、もう骨もないし、ぬめりも取ってあともう食べるだけですよっていう状態なので、ご近所さんがもらってくれるならお渡ししようかな。っていうところかな。ではまた次の動画でお会いしましょう。では。